次の文章は坂下千一郎の自伝、恋焦がれたあの頃、そしての一節である。都会での一人暮らしで心を病んでしまった千一郎は、友人である小三郎を招いて、ある計画を打ち明けるのであった。その言葉に対して千一郎は疑問に思ったのだった。どうして川本はそんなことを言ったのだろうと。お前は本気なのか。俺はいつだって本気だ。どちらも一歩も譲るような姿勢はこれっぽっちも見せなかった。互いが牽制し合い、少しでも隙を見せようものならすぐに攻撃されるのではないかと感じていたからだ。付き合いは長いといえど、下手に出ると面倒なのは変わらない。こちらから招いておいて罰が悪くなったのか、千一郎が口をもごつかせていると、痺れを切らした小三郎が代わりに口を開いた。お前は本気なのか。驚いた。あまりのすっとんきょうなその繰り返しの問いに、小三郎の顔をじっと見つめるしかできなかった。ふと千一郎は何かの違和感に気がつき、視線を数センチ下げた。しまった。なんということだ。よく見ると小三郎の鼻から鼻毛がわずかに飛び出している。普段はそんな機能が備わっているはずもないのに、まるで拡大鏡で覗いているかのごとく、今度は鼻毛が飛び出している部分にしか焦点が合わなくなってしまった。中年の鼻から何が飛び出していようとも気にならないタイプの人間だと自覚していたが、それは間違いだった。こうなってしまっては真面目な話など到底できるはずもない。しばしの沈黙が流れる。かれこれ2時間近くは経過しただろうか。錆びれたオンボロアパートの一室はすっかり暗くなってしまっていて、リレハンメルで購入した蓄光の掛け時計も全く見えない。なぜだか電気をつける気力さえもこの暗闇が奪い去っていた。小三郎はまだ部屋にいるだろうか。急に不安になって声をかけてみた。おい、まだそこにいるのか。返事がない。かろうじて気配は感じるのだが、この部屋には自分しかいないのではないかという錯覚に陥りそうになるぐらい、静寂が勝っていた。一層大声で暴れてやろうか。そうあれこれ邪推していた刹那、突如として前方から声が聞こえた。お前は本気なのか。この男は何を言ってるのだろう。普通2時間も黙って座っていたら明らかにおかしいことに気がつくはずだが、どうやら常識は通用しないようだ。ここまで来たら私も意地になってこの男を泳がせてみようと思った。幸い待つことには慣れている。一筋縄ではいかない相手だが案ずるな。時間もまだ十分にある。これが立派なカジキにでもなれば儲けものだと、この時は安直に考えていた。それからというもの、懸命に沈黙を守り続けた。足はとうに痺れて感覚がない。相手も相当辛いはずだが、体勢を整えている様子は微塵も感じられなかった。確かにそこにいるはずなのに、その苦悶の表情の方が認識できないのだ。こうも安順のを憎んだことは人生でないだろう。我慢比べがどこまで続くのか、その先の世界を見てみたい一方で、この選択が愚かな過ちだったのではないかと、明日の夜勤が気になり始める頃には少し後悔が始まっていた。おい、もう帰ってくれないか。この状況に飽きてしまって千一郎はおもむろに声を出した。なんとか打開策を見出すためのブラフでもあったのだ。餌に獲物がかかることを期待して、ラインがたるまないよう全神経を集中させたその時、戦いの終わりがあっけなく訪れた。お前は本気なのか。千一郎は負けを確信した。こいつには勝てないと。悔しくもあり、嬉しくもあり、複雑な心境の間で板挟みになりながらも、そんな感情はもはやどうでもよくなっている自分もいた。後のことは全てが終わってからでいい。今はただ勝者をねぎらおうと、ふらふらの足で立ち上がって電気をつけた。そこに小三郎の姿はなかった。いつの間にいなくなったのだろうか。不思議に思って部屋中を見渡していると、何かがそこに置いてあった。マーマレードボーイのあれだ。どうかしていたのだ。ずっと退治していたと思っていたのに、誰もいないこの部屋で恥をさらしているだけだったのだ。お前は本気なのか。小三郎をその後見た者はいない。幻だったのか、はたまたどこかへ旅立ってしまったのか、真相は知る由もない。千一郎と川本はまた頑張ろうと思った。千一郎は疑問に思ったのだったとあるが、それはなぜか。
その理由として最も適当なものを次のあ、おのうちから一つ選べ。この文章から理由を類推することはできない。小三郎から川本が知一郎について心社を膨大に吹聴し、町内を練り歩いていると聞いたから。小三郎との会話の内容に集中できず、川本が卑下していた幼い頃の話が思い出されたから。小三郎の中のリトル川本が突然何かを語りかけていたから。小三郎を招いたはずだったが、何回か会ったことがある程度の川本がついてきて理解できない言動を発したから。本気かどうかについて、川本と小三郎が目の前で勝手に議論を始めたから。川本が目の前でお前は本気かと自分自身に話しかけていたから。近くの格安業務スーパー川本から、いつもと異なる時間帯で半額値引きセールのアナウンスが聞こえてきたから。映画の予告で若手俳優の川本が大ヒット上映中とヒットもしていない作品の PR をしていたから。あでいいか。残念、不正解。正解は、あれ正解はね、字の河本が突然第2問、次の文章はって問題を出し始めてからなんだよ。字の第2問、次の文章は、と、河本が問題を出し始めたから、でした。みんな、わかったかな？それじゃ、また来週。